こんにちは、デシマルです。このチャンネルでは、主に歴史分析の新しい手法について解説しています。前回は、なぜ世界では戦争が起きるのかというところから、単なる資源や食料の問題ではなく、それぞれの国家や文明が持つ正当性の主張が衝突を引き起こすという構造を紹介しました。今回は、その正当性というものがそもそもどうやって生まれるのか、そしてなぜ人々はそれを守ろうとするのかという問いに踏み込んでみたいと思います。例えば、なぜ私たちは自分の国は正しいと思ってしまうのでしょうか。なぜ相手の歴史や価値観を歪んでいると感じてしまうのでしょうか。そもそも人間は自分という存在に意味があることを確かめたい。言い換えれば、自分の生きている理由や価値を何か大きな物語の中に位置づけたいと願ってしまう生き物です。アイデンティティとは、自分は何者かという自己認識であり、自分らしさを形作るコアとなる要素です。例えば、私は日本人だ、私はキリスト教徒だ、私はその家の長男だといったように、人は自分が何かに属していること、何かを受け継いでいることによって、自分という存在を実感しています。しかしこの属するという感覚はただ現在の環境に依存しているのではありません。そこには過去から続く物語、つまり私たちは何を受け継いできたのかという継承の意識が深く関わっているのです。この継承こそが正当性であるという考え方は多くの国や民族がアイデンティティの土台として共有しています。だからこそ自分たちの歴史を否定されることは自分自身の存在意義を否定されるように感じられます。そしてその時人はこう思うのです。いや、間違っているのはあっちだ。私たちこそが正しい歴史を継いでいる。と前の動画をご覧になっていない方は、できれば SCSP1、なぜ戦争はなくならないのか、私たちは正しさで戦っているをご覧ください。前回の動画で、世界の争いの原因を読み解くフレームワークである正統継承学、すなわちスタディース・オブ・コア・サクセッショナル・プリンシポース、通称 SCSP について説明しました。SCSP は、世界の争いの根源は正当性の衝突にある。つまり、私たちこそが正当な継承者であるという物語のぶつかり合いだと考えます。この正当性は突然生まれるわけではありません。そこには4つの要素が段階的に関係しています。まず最初にあるのが継承的起源、サセッショナルオリジンで、これはその国や民族がここから始まったと信じている物語、制度、人物、土地などを指します。次に継承現実、サセッショナルエッセンス。それは起源から受け継がれ、時代を超えて形を変えながらも持続している精神や価値観、制度のこと。そして、継承の核、コアオブサセッション。それは、その共同体が絶対に手放さないと考えている不可侵の中心的価値です。最後に、継承の原理、サセッショナルフォース。これは、継承がどう持続し、変容し、あるいは断絶していくかという推進力や仕組みのことです。このように SCSP では、あらゆる国家や文明の主張をこの4つの観点から分析します。例えば、イスラエルは神から与えられた約束の地という継承的起源を持ち、それを立法と信仰という継承現実で支え、国土と民族の統一をコアとして守ろうとします。一方、中国では、中元を治める者こそ天下の正統という天命思想を起源とし、儒教、家族主義といった現実を受け継ぎ、中元支配の継続をコアとして守ってきました。このように、正当性の物語は、それぞれの共同体にとって自明であり、だからこそ、他者の正当性を否定することで争いが生まれるのです。つまり、争いの本質は、資源や領土ではなく、どちらが正当な継承者かという物語の対立にあります。それぞれの正当性の主張が歴史を語り、教育され、制度に組み込まれ、やがて当たり前となって受け継がれていく。この当たり前のズレこそが衝突の火種なのです。コアとは何か。戦争が正当を争うものだとして、では、わざわざ殺し合いをしてまで守りたい正当性のコアとは何なのでしょうか。SCSP では、このコアオブサセッション、すなわち、継承の核を2つの側面から捉えています。それが、リーガルコア、日本語では法的核とエスニックコア、
日本語では民族学です。リーガルコア。これは法律や制度、国家の枠組みそのものに支えられた正当性です。例えば、この憲法こそが我が国の基盤だ、この合意継承制度が正当だ、という主張は、リーガルコアにあたります。リーガルコアは、紙に書かれた憲法や裁判所の判決、国連の承認といった、比較的、可視化可能な正当性です。しかし、その反面、宗教など一部の例外を除いて、民意や国際的な合意で変更される可能性もある柔軟な側面を持っています。エスニックコア。一方、エスニックコアは、血統、神話、宗教、言語、文化など、民族的な記憶や物語に根ざした不可視で強固な正当性です。例えば、我々の祖先は、この地に神から使わされたとか、この民族は何千年もここに住み続けてきたといった信念、あるいは王家の血筋こそが正当であるという感覚もエスニックコアに属します。こちらは法律では変更できない感情的、宗教的な核であり、時として法的な正当性よりも強い力を持つことがあります。両者のズレが争いを生む。現代において多くの衝突はリーガルコアとエスニックコアの間にズレがあることから起こります。人が認識できるのは制度として書かれたリーガルコアであり、エスニックコアは人々の心の中や神話、伝統、血統の記憶として継承されています。つまり、外から見える正当性と内側から信じられている正当性が一致しないとき、国家や民族の間に深刻なズレと摩擦が生じるのです。例えば、法的には独立した国家が存在していても、ある民族や宗教集団が、その土地は我々のものであると信じていれば、両者の間には常に緊張関係が生まれます。逆に、ある国が民主的な憲法のもとに成立していても、その国の人々が王家の血統こそが正当であると信じている場合、制度上の変更だけでは解決できない感情の遺産が存在し続けるのです。さらに、現代のリーガルコアの大きなものとして、国際法があります。国連をはじめとする国際的な機関が国家の正当性を認定することで、国家同士の関係は一応の秩序を保っています。しかし、国際的に承認されたから正当だという発想は必ずしも当事者の感覚とは一致しません。例えば、国際社会がこの政権は正当であると認めても、その国の国内でそれは外から押し付けられた政権だとみなされれば、内戦やクーデターが起きることもあります。逆に、国際的には承認されていなくても、地域の人々が強く、これは私たちの政党だと信じていれば、独立運動やテロ、亡命政府の設立といった行動に発展するのです。このように、外からの正当性と内からの正当性、すなわちリーガルコアとエスニックコアがぶつかり合うとき、そのズレこそが争いの火種になります。個人だってそうです。お前は間違っている。お前は悪だとアイデンティティを否定されれば、自身の尊厳をかけて戦うでしょう。戦争とはエスニックコアという民族の信じるものを守るための抵抗であり、だからこそ SCSP ではどちらが正しいかではなく、なぜそれが正当だと信じられているのかと読み解くことを大切にしています。なぜ人はエスニックコアにこだわるのか。それは自分の存在そのものの物語と深く結びついているからです。私たちは何者か。私たちは何を継いでいるのか。私たちはなぜここにいるのか。こうした問いに答えるために、人は民族的な物語や宗教的な教えに身を委ねます。それが奪われそうになると、単なる制度の問題ではなく、存在の危機として感じてしまうのです。日本もかつてエスニックコアの危機に対し、果敢に抵抗しました。例えば、13世紀の元寇、モンゴル帝国が神の国、日本に侵攻してきたとき、人々は単に外敵の襲来としてではなく、日本の神々と伝統を守る戦いとしてこれを受け止めました。神風という言葉が象徴するように、この戦いは日本のエスニックコアにとってまさに試練だったので、16世紀の豊臣秀吉の朝鮮出兵も、一見すると侵略戦争のように見えますが、当時の時代背景には、大航海時代というグローバルな構造変化がありました。世界中でスペインとポルトガルが植民地を拡大し、日本の目と鼻の先、フィリピンではすでにカトリック支配が進んでいました。そうした中、
秀吉は武威によって内部の統一を進め、外敵に備えると同時に、キリスト教の布教を制限することで、日本の宗教的継承を守ろうとしたのです。徳川幕府がキリスト教を禁止し貿易を制限したのも、単なる排外主義ではありません。それは、外国との接触が日本の継承構造を脅かすという危機意識に基づいたものでした。当時、キリスト教は唯一神による救済という価値観を通じて、天皇や神道、仏教、家父長制といった日本固有の秩序を無効化する力を持っていたのです。幕府にとって、それは政治体制の崩壊だけでなく、人々の精神的な継承の断絶を引き起こしかねない存在でした。事実、後の GHQ の占領によって、天皇の地位や家制度、神道との関係は大きく変容させられました。家制度、国家神道は解体され、神話教育も禁止。天皇は象徴と定義され、エスニックコアを構成するいくつもの民族の大切なエスニックエッセンスを喪失しました。この時初めて、外部からの圧力によって、コアが大きく書き換えられたのです。リーガルコアは、新たに日本国憲法によって書き換えられ、このことが現代日本の分断と対立の源泉、リーガルコアとエスニックコアの断裂が生じました。現代日本で政治が民意を無視しているように感じられるのは当たり前で、その理由は日本の制度自体がもともとの民意と乖離しているからと分析することができます。エスニックコアが強化される原理。強大な敵を認識したとき、国家はエスニックコアを強化し、リーガルコアに取り込みます。SCSP において重要なのは以下のような視点です。リーガルコアとエスニックコアはしばしば分離するが、危機の時には再統合が図られる。エスニックコアの損失は制度以上に共同体の持続性を揺るがす。それゆえ、国家の近代化、再編はしばしば正当性の語り直しを伴う。例えば、7世紀以降、欧州へと迫るイスラム勢力に対抗して、カトリックとビザンツ帝国が協力して十字軍を成立させたように、現代でもそうです。ロシアは、一般的には、ビザンツ帝国という名前で知られている東ローマ帝国の滅亡後、第三のローマを自称し、正教の継承者としての使命感を持って拡張政策を進めてきました。ここには、ロシア正教会というエスニックコアと、それを守る国家というリーガルコアの結合が見られます。特に、ナポレオン戦争や第二次世界大戦では、祖国防衛、聖なる大地を守る戦いとして正当性が再演されました。アラブ世界においては、オスマン帝国の崩壊後、カリフという正当性の喪失が精神的空白を生み、各国は自らのイスラム的継承というエスニックコアを軸に、王政や共和国といった新たなリーガルコアを模索しました。特にサウジアラビアでは、ワッハーバーという宗教的革新と豪家の統治が強く結びついています。イスラエルの場合は、その典型と言えるでしょう。ユダヤ教の教義と約束の地という神話的起源を共有し、立法と共同体の継承に支えられた民族国家です。現代イスラエルの建国は、ホロコーストによる民族的危機を契機に、エスニックコアを再興し、それをリーガルコアとして国家に昇華させた事例と言えます。日本も同様で、幕末から明治維新、西洋列強の圧力の中で、天皇を中心に据えた政体を打ち立て、帝国主義というリーガルコアに対抗しようとしました。神話的な起源を持つ天皇を憲法に明記し、国民統合の象徴としたのは、まさに外圧への精神的防衛策でもありました。アメリカ合衆国も自国を守るため、エスニックコア的な要素を再定義しながらリーガルコアと結合させてきた国家です。建国当初のアメリカは、イギリスからの自由を求める政治革命に端を発しており、自由、平等、法の支配という理念をリーガルコアに据えました。しかし、19世紀の南北戦争や20世紀の冷戦9.11以降の時代において、アメリカは繰り返し、自由の守護者という道徳的な物語、すなわちエスニックコアを自らに課し、それを国民的アイデンティティとして再構築してきました。例えば、南北戦争後の国家の一体性、第二次世界大戦後の民主主義の擁護者、冷戦時代の共産主義との戦い、そして現代の自由世界のリーダーとしての辞任。これらはすべてアメリカがその都度新しいエスニックコアを生成、強化し、それをリーガルコアと接続しながら国家の正当性を語り直してきた過程と言えます。第二次世界大戦で日本とアメリカが戦った背景にも、
それぞれのコアを守るための正当性のぶつかり合いがあったと見ることができます。日本が正しい、アメリカが間違っている、あるいはその逆、そうした判断は当然ながら価値観を伴うものです。聴者の方がそのような価値観を持つことを否定も肯定もしません。SCSP はあくまで分析の方法論であり、あらゆる価値判断を一度は木に置いた上で、双方の主張を構造的に冷静に読み解くことを目的としています。判断をしてはいけないわけではありません。ただし、判断は必ず分析の後であるべきで、どちらが正しいかではなく、なぜそう信じられたのか、何が原因だったのか、それを見極める分析手段こそが SCSP です。第二次世界大戦において、日本は天皇を中心とした国家秩序というエスニックコアを守るために戦い、アメリカは自由と民主主義という理念というエスニックコアを掲げ、世界秩序を構築しようとしました。双方にとって、単なる資源や領土の問題ではなく、自分たちの物語を否定されたくない、自分たちこそが正当な継承者だ、という信念が衝突の根底にありました。本日のまとめです。正当性とは、国家や民族が私たちは何を受け継いでいるかを語る物語であり、その物語には制度としてのリーガルコアと血統や神話に根ざしたエスニックコアの2つがある。この2つは必ずしも一致せず、しばしばズレを生みます。ズレが深まると、誰が正当な継承者なのかという対立が激化し、時に戦争や分断を引き起こします。国家や文明は、外敵の登場や危機の時に、自らのエスニックコアを再定義、強化し、それをリーガルコアに組み込むことで、正当性を語り直すのです。これはどの国でも起こる現象であり、日本、ロシア、アメリカ、イスラエル、アラブ諸国、すべてが自らの継承を守るために戦ってきた歴史を持っています。だからこそ、SCSP は誰が正しいかではなく、なぜその政党が生まれたのか、なぜそれを守ろうとするのかという問いを通じて衝突の構造を読み解きます。そしてそれは共存の前提となる相互理解につながるのです。この考え方を AI にインストールした SCSP アナリストをぜひ使ってください。誰にでもこの分析ができる AI ツールになります。この画面の QR コードもしくは概要欄のリンクからアクセスできます。具体的な使い方は SCSP1 なぜ戦争はなくならないのか、私たちは正しさで戦っているをご覧ください。このチャンネルでは今後も正当継承学、すなわちスタディース・オブ・コア・サクセッショナル・プリンシポース、通称 SCSP について解説していきます。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。SCSP アナリストを使ってみての感想などもお待ちしています。